Hi guys! It's Seigo and Bram. 今日はアメリカで LGBTQ がどのように受け入れられているかというのを、自分たちの体験とか経験をちょっと元に話していきたいなと思います。ちょっとね、アメリカと日本の違いについてもちょっと話そうかなって。この動画が自分たちの経験なので、自分たちの意見がアメリカ全部っていうの印象っていうわけじゃないので、あくまでも自分たちの意見でこう思ってるっていうことをちょっと今日は伝えていけたらなと思います。日本だとアメリカって結構そのゲイについてとかその LGBTQ の人たちは結構認められてるっていうイメージがかなり強いかなと思うんですけど、そうだね。結構やっぱり強いね。自分も日本にいた時はアメリカに行けばやっぱり大体多くの人が受け入れてくれるものかなってちょっと思ってたり期待もしてたんだけど、そんなことはなかったかな。でも本当に本当にそれは人によってなんだけど、でもやっぱりみんなじゃないね。みんなじゃないよね。こっち来ていろんなこと言われることもあったし、その街中でちょっと差別的な言葉とか、その例えば、ナッシュビルのそのメインのとこに行った時に、ブレンと2人で一緒に座ってただけなんだけど、その時にちょっとティーネイジャーみたいな男の子たちの集団が歩いてきて、2人はどこの出身って聞かれて、自分は日本でブレンはアメリカ出身って答えて、でその後にその子たちがじゃあもしあなたたちがそのゲイとかならあなたたちはその元の場所に帰った方がいいよって、英語で言われたんだけど、じゃああなたは日本に帰れみたいな感じで、ちょっとあれは初めてこっちで直接的に水もほら噴水だったから水もかけられたよ。ピシッピシッってね。でもそれはねわざとじゃないよ、ただ育てただけって言ったけど、もしかしてわざとだったかなって思う。ちょっとね、そういうことを言われた後だったからね、ちょっとそういうふうに思っちゃうよね。でもあれが初めてアメリカで直接的に受けたちょっと差別かな。そうね。ちょっとあれはなんだろう、悲しくはなかったけどびっくりして、ある意味忘れられないそうだね。感じだったね。ちょっとびっくりしたよね。日本だったら自分がオープンにしてなかったからそういう差別を受ける機会っていうか差別を受けることはそんなになかったけど、アメリカでオープンにし始めて、やっぱりオープンにした分、それを批判する人たちもやっぱりいるわけだから、差別とかの対象に自分たちがなったかなって。そうだね。でもね、悪いことばっかりじゃなくて本当にその逆でもうその愛はもう本当の真実の愛だみたいな形で、優しく受け入れてくれる人たちもかなりもう結構例えばショッピングモールの人たちとかは特に多分慣れてて、もう何も言わなくても結構分かってくれる場合もある。多分指輪とか見て俺と聖子の行動とか見て分かってるんだろうなって感じ、人いるよね。実際と来てみて半々ぐらいかな、50%50% ぐらいかな。やっぱりそれを受け入れてくれない人たちもやっぱり見てきたし、逆ですごく優しく受け入れてくれる人たちも見てきたから、やっぱり本当に今のこの半年の間では本当に 50%50% ぐらいの感覚かなね。そうだね。これからねどんどん変わっていけばいいけど、日本はねオープンにしなくてもあるよね。みんなの話を聞くと、例えば大学の時は他の生徒はホモ気持ち悪いとか、ホモに追いかけられたとか変なやっぱり言い方するから、
それはねオープンにしてなくても結構傷つくことはあるからね。ね、オープンにするのはすごく難しいけど、もしねそのオープンにすることによってなんかそういう悪口が広まるのを止められる可能性があるよね、なんか自分の友達がゲイだからなんかそういうゲイのことを悪く言うのはなんかやめとこうとか、まあその友達をそういうこと言うのやめなよとかいうことが広がるかもしれない。でも日本はまだねオープンにする人がそんなに、どんどん増えてきてるけどね、増えた方がいいじゃん、増えないともうずっと誰もオープンしないじゃん、ね、みんながなんかオープンにすればなんかやっぱりそのねオープンにした人を大切に思う人がいっぱいいるわけだから、ね、その人たちが守ってくれるから、なんかそういうのがどんどん広がっていけばなんか結果的に結構なんかその LGBTQ の人たちに対して優しい国とか優しい、ね、関係になれるよね。やっぱりまだ日本だとなんかイメージがないよね。なんかテレビのオカマとかしかないなんかゲイって言ったらそれをイメージする人が多いと思うね。でもみんながどんどんオープンにしていって普通に社会に出てゲイの、LGBT ゲイかねレズビアンかバイセクシュアルかトランスジェンダーとして生きていけばどんどん変わると思うんだよね、テレビとかに出たりするし。そうイメージはちょっと難しいよね、なんかもう本当に今のなんか日本だったらほとんどの人がゲイって言ったらなんかもうオカマ、てかテレビに出ている人たちをイメージする人がかなり多いと思うんだけど、実際そんなことはなくて、なんかまたそのテレビに出てるオカマって言われてる人たちはその中でも結構いろんな風に分かれてる、そうね、で自分たちもまた違うしっていう形でなんかそういうのをもっとなんか細かく取り上げるテレビとかさ、なんかそのメディアとかが出てきてくれればいいなと思うんだけど、ちょっとずつねなんか映画とかドラマとかを通してなんかその LGBTQ がなんか日本にちょっとずつ浸透していくようには今なってきてると思うんだけど、なんかもうちょっとなんかその一箇所だけ取り上げるんじゃなくて、なんかそのまんべんなくなんか自分たちについても放送してくれるところとか、なんかそういう広めてくれるところがあればいいなって思うね。アメリカはほらテレビとかは普通にね、今、前だと結構ドラマとかにゲイのキャラクターがもう10年ぐらいもいるし、もっといるね。あと最近だと本当にもう子供の番組にも出てくるなんかゲイのお父さん2人とかレズビアンのお母さん2人がいる子とかが出てきてる。あれはなんかディズニーディズニーとかになんかね、そういうのがアメリカ、日本よりもちょっと進んでるよね。ちょっとね、ちょっとねそういうのがどんどん広がってくればいいなって思うね。今日の動画はここまでになります皆さん動画見てくださってありがとうございます。ありがとうございます。もしこの動画が面白いと思ったらいいねと、あとサブスクライブの方お願いします。コメントもしてください。待ってますじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。